あなたは父親をどこまで信用していますか？ 1993 年、アメリカのとあるキャンプ場、ここに一家団らんの時間を過ごす家族がいました。しかし悲劇は突如起こるんです。なんと母ピクシーが我が子を誤って窒息死させてしまったんです。しかし彼女はこの失態を夫に伝えようとはしませんでした。それどころか我が子の亡骸をその後数日間夫に隠しながら持ち歩いていたんです。母ピクシーはこの時こう考えていたんです。私のパパに頼もう。パパならこの子を生き返らせてくれる。自分の父親に息子の蘇生を頼んだ娘。彼女はずっとあることを信じていたんです。この父親は神のような存在だと。オーサス、人生辛い時、自分試されてる時、ケンちゃんです。あなたの心のワクチン、ヘミヘミコです。本日ご紹介するのはアメリカ全土に衝撃を与えた家族のお話なんです。僕はね、この事件をね、知った時に、定番のね、違いはあるにしても、結構ね、こういう家族ってね、メトラの皆さん含めてね、いるんじゃないかなと思ったんですよね。身近にある問題ってことかもしれないですよ。というわけで、まずは早速、この家族の不可解な行動から見ていきたいと思います。よみがえりの願い。遡ること28年前の1993年、アメリカフロリダ州のとあるキャンプ場。ここに1台のバンに乗って訪れていたセクストン一家。一家は父エディと母のエステラ、2人の娘のピクシーと3人の兄弟。それに加えて娘のピクシーには夫のジョエルと3人の子供たちがいました。つまり一家は2世帯家族。その数総勢11人。そうなるともちろん乗ってきたバンの中はぎゅうぎゅう詰め。一見ワイルドな旅をする家族なのかと思うかもしれません。しかし彼らは明らかに普通の家族ではありませんでした。彼らがキャンプ場に訪れてしばらく経った後、それを象徴するような出来事が発生するんです。一家の娘でもあり母でもあるピクシーが息子のスキッパーを泣き止ませようとして、なんと窒息死させてしまうんです。もちろんピクシーは愛する息子を殺害しようなどとは考えていませんでした。彼女はただ息子を黙らせたかっただけ。泣いている子供を黙らせるように命じたのはピクシーの父エディでした。これは夜中に子供が泣くとキャンプをしている他の人に迷惑だからというわけではないんです。実はこのセクストン一家、このキャンプ地の規則に違反して勝手に住み着いていたんです。だからこそ父エディは周囲から注目されるのを避けるため、娘のピクシーにスキッパーを黙らせるように指示をしたんです。そして愛する息子スキッパーを死なせてしまったピクシーはその亡骸をなんと数日間持ち歩いていたんです。ピクシーは息子を亡くした現実を受け入れられなかったというわけではないんです。彼女はこの時こんなことを考えていました。私のパパならスキッパーを生き返らせてくれるに違いないわ。パパとは父であるエディのこと。しかし当然ですが、エディがスキッパーを生き返らせることができるはずもなく、スキッパーは数日後にキャンプ場の近くのデイタン地に埋められてしまいました。なんでよ。なんで父親が生き返らせてくれるなんていう思考に至るわけ？父親は魔法使いかなんかなのと思ってたんじゃないですか、マジで。そんなわけはないですけどね、もちろん。父親はね、人間だよ。魔法は使える。そもそもピクシーはね、なぜ父に対してそんなことを思ってしまったのか。まあもちろんね、その原因はね、父親のエディにあったんです。一体どういうことなのか。恐怖の父エディ。父エディは1942年、ウェストバージニア州の田舎町の貧困家庭で生まれました。エディの父親は炭鉱労働者として働く傍ら、キリスト教の教えを信者に伝える説教師のアルバイトをしながら一家の家計を支えていました。しかし、そんな父の懸命の働きも虚しく、生活が楽になることはありませんでした。ですが、20代になったエディにある転機が訪れます。現在の妻であるエステラと出会い、結婚するんです。二人はウェストバージニア州からオハイオ州スターク郡に移住し、子供を設けます。その人数なんと12人。エディは大家族を養うため大黒柱としてバリバリに働く必要があったんです。しかし彼の稼ぎ方は驚くべきものだったんです。ペンキ屋や便利屋で勤めていた時は腰を痛めたとして嘘をついて保険料を虚偽請求、さらに自分で自宅に火を放ち、その都度保険金を受け取るなどの保険金詐欺を繰り返していました。そしてエディはこれらの詐欺行為に加えて自身の父親のようにキリスト教の説教師の活動をしていました。ただ彼が唱えていた教えはかなり極端、男女の肉体関係と終末論を強調したものだったんです。怖っ。エディは自身の教えについて、私は神と悪魔の両方を崇拝していると主張していたといいます。そしてエディはここからさらに暴走します。自らの教えに取り憑かれるように子供たちまでも強烈な支配下に置くようになったんです。エディは自分に逆らうと地獄に落ちるという契約書を用意し、子供自身の血で署名させ厳しいルールを敷いました。さらには子供が友達を作ることを制限し、外部との交流をなるべく遮断。これは子供たちが自らの家族の異常性を疑う機会を奪うためでした。そして子供を完全に支配したエディが次に行ったのは過激な虐待。これはエディだけではなく、なんと母親のエステラも加担していました。しかも殴る蹴るなどの暴力だけではなく、性的虐待まで。地獄みたいな家族じゃないの？地獄です。というわけでね、この家族はアメリカでね、最も機能不全に陥った家族とね、言われたんですけど、なんでしょう？そういう言葉があるの？そうなんです。というわけでね、本日のメトラキーは
どう？機能不全家族について。機能不全家族とは、性的、身体的暴力、さらには心理的暴力やネグレクトが日常化し、家庭崩壊になっている家庭のこと。この機能不全家族において最も被害者となるのは、その家庭から脱出することができない未成年の子供なんです。機能不全家族を引き起こす主な原因はもちろん親。機能不全に陥った家族の親を見ると、多くが子供の存在を否定するんです。クソ野郎だな。自分のいいように利用してまるで物のように扱っていたと言います。さらにカルト宗教のように家庭内を支配しようとする親が多くいたというんです。エディはカルト的な支配や子供の権利剥奪、そして虐待など全ての要素に当てはまっています。一つだけでもだいぶきついのに全部当てはまるとか耐えらんないわ、こんなん。機能不全ってだけでもきついんですけど、うんエディたちはね、もっともっとね、この状況をね、深刻化させていくんです。もはや家族の中での様々な暴力が日常化していたエディ一家。そんな中、ある出来事が発生します。当時未成年だった娘ピクシーが妊娠したんです。そのお腹の子の父親はエディでした。この事態にさすがのエディも焦ります。自らが課した制限によりピクシーは外部との関係が一切ありません。恋人どころか異性の友達もいないのに娘が妊娠しているとなると自分に疑いの目がかかるかもしれない。そう考えたエディはピクシーにこう命令するんです。学校でボーイフレンドを作ってこい。ピクシーは父親のこの言葉に素直に従い、早速自分が通う高校でボーイフレンド探しを開始。一人の男と出会うんです。男の名前はジョエル・グッド。彼はピクシーの高校の同級生でした。そして何より都合がいいことにジョエルは頭の回転が遅く、人を信じやすい性格だったんです。そして二人はあっという間に結婚します。しかしジョエルの両親はこの結婚に猛烈に反対。なぜならピクシーは未婚にもかかわらずすでに娘が2人いたから。もちろんこの2人の娘の父親はエディでした。エディ疑われたくないとか言ってきながらさ、2人も産ませてんじゃないの。どういうことこれ。そうなんですよ。もうね、世間体をね、気にするんですけど、うんやっぱそれよりも自分の欲望がね、勝っちゃったんですよね。しかしね、そんな悪事がずっと続くわけがないんです。ある人物がきっかけで、家族の実態がどんどん暴かれていくんです。機能不全家族の崩壊。それは1992年の初めの頃でした。エディの18歳の娘マシェルがある行動に出たんです。それは告発。彼女は女性保護施設の職員に対し、父親に性的暴力を受けたと告発したんです。彼女は父親エディから洗脳に近いほどの支配を受けていました。しかし成長するとともにその異常性を理解することができたんです。マシェルの勇気ある告発を受け、スターク軍当局は調査を開始。その結果、当時未成年だった子供6人のうち3人が虐待に遭っていたことが明らかに。もう本当に最低っすよね。スターク軍当局は子供を保護するため裁判へと踏み切りました。しかし虐待の事実を認めたくないエディはなんと逃走。しかも一人ではなく、当時残っていた家族全員総勢11人を連れてバンで逃げたんです。そしてたどり着いたのが冒頭で紹介したキャンプ場でした。なるほどね。もうあれキャンプに来てたんじゃなくて逃げてたわけね、あれね。ここまでエディのこと聞いたら、なんでピクシーがそんなさ、自分の子供の遺体をずっと持ち続けてたのかっていうのがようやく理解できるわよ。ピクシーがね、息子を死なせてしまって遺体を埋めた後なんですけど、実はね、この話にはまだ続きがあるんです。ピクシーの夫ジョエルは我が子を亡くして悲しみに暮れていました。しかし彼にはどうしても納得がいかないことがあったんです。それは息子の死因。ジョエルはエディから我が子が亡くなったのは乳幼児突然死症候群という病気が原因だと伝えられていました。この病気は通称シズと呼ばれ、何の病気もなく元気だった乳幼児が睡眠中に突然亡くなってしまう病気。乳幼児の死亡原因の第4位とされ、毎年数十人の乳幼児が命を落としています。ジョエルは深く考えることが苦手な人物。しかし我が子を失ったこの時ばかりは違いました。息子の死因は本当にシズなのかと深く疑ったんです。真実を知りたいジョエルはピクシーを連れてある場所へ向かいます。それは図書館。ここでシズのことを深く調べようとしたんです。ジョエルは参考になりそうな資料を片っ端から集め、必死にシズについて調べ始めます。静かな図書館でひたすらページをめくる音が聞こえてきます。その時でした。余計なことするな。静かなはずの図書館に突然怒号が響きます。その声の主は父エディ。なんとエディはジョエルとピクシーが図書館に行ったと知ると、図書館に乗り込み大激怒。図書館内で2人に暴力を振るったんです。もう意味わかんない。ジョエルは訳も分からず妻ピクシーに連れてこられた先で息子を亡くし、義理の父親に理不尽な暴力を振るわれ、精神的に限界を迎えたのでしょう。故郷のオハイオ州に戻ってゆっくり休みたいと申し出ます。ところがエディはこのジョエルの申し出を絶対に許しません。勝手に出て行かれて自分に不利な状況を喋られても困るんです。エディはこの時こう考えていました。ジョエルがどうしてもオハイオに戻るというなら殺すしかない。これジョエルもやばいんじゃないこれ。いや、そうなんです。でもね、ここでもね、エディは自分の手を汚さなかったんです。
ジョエルの決意は固いものでした。彼はエディやピクシーの反対を押し切り、オハイオへ戻る準備を進めていたんです。そこでエディが頼ったのが自分の息子であるウィリー。彼は頭はあまり良くないものの、家族の中でも最も大きい体格の持ち主でした。そして1993年の年末、ウィリーは父の命令を受け、ジョエルの背後に近づきます。そしてジョエルの首を絞めたんです。その圧倒的体格差にジョエルはなすすべがないまま窒息し、遺体となったジョエルは息子のスキッパーと同じ場所に埋められてしまいました。エディは自分に捜査の手が回らないように手を汚さず、家族すら殺害したんです。しかしエディの最後はあっけなくやってきました。実はこの時 FBI が虐待と逃亡の罪でエディ夫妻をアメリカ中で指名手配していたんです。周辺住民からの目撃証言をたどっていた FBI はジョエル殺害から約3週間後の1994年1月14日、ついにエディ夫妻を逮捕することに成功したんです。もっと逮捕早ければね、2人も死なずに済んだのになって。まあアメリカ広すぎてね、まあそう。そのキャンプ転々としたからね、もう見つけんのも至難の業ですよ。うんうんでもやっとね、始まった裁判なんですけど、ここでもね、エディ夫妻はね、悪あがきをするんです。もう最低。立ち悪いよ。裁判の行方。エディ夫妻は逮捕され、未成年の子供たちは保護、成人の子供は釈放になりました。しかし、その後の調べでピクシーが息子スキッパーを殺害したことと、ウィリーがジョエルを殺害したことが判明し、2人は起訴されたんです。しかし、捜査官はそれまでの家庭内の虐待の様子から考えて、この殺人事件の黒幕はエディ夫妻なのではと考えます。そして、司法取引の結果、ピクシーは父親の証言をする代わりに過失致死罪へと変更。結果、言い渡された判決は懲役6年。そして、ジョエルを殺害したウィリーも父親に関して証言をすることになりました。裁判の結果、ウィリーの犯行は計画的なものではないとして第2級殺人に。そして、知能の低さと威圧的な父親の存在が軽減要因として考慮され、懲役25年になりました。そして、虐待に加担していた母エステラは子供たちへの性的虐待の罪を問われ終身刑。一方、エディに言い渡された判決は死刑。この裁判は証人も被害者も基本的に家族しかいませんでしたが、実は意外な人物の証言が決め手になったんです。その人物はピクシーとジョエルが訪れた大学図書館の司書。彼がエディの暴行現場を目撃していました。もしジョエルが息子の死に疑問を持たなかったら違う結末になっていたかもしれません。この家族はアメリカ史上最悪の機能不全家族でした。両親に逆らえば虐待され、行動と思考の自由を奪われる。まさに地獄のような家庭環境だったんです。しかし程度の違いはあれど、機能不全に陥っている家族は他にも多く存在するのかもしれません。虐待が日常化している家庭や常軌を逸したルールを敷いている家庭も悲しいのですが、多くあるんです。そんな家族を救うために我々ができることはあるのでしょうか。自分の家族を幸せな家庭にするため何が必要なのか。メトラの皆さんはどう思いますか。